僕は小泉さんの討論会とか全然見てないんですよ。日本で忙しくてそれどころじゃないっていうのが、先ほど説明した通りなんですけど。なので、討論ができなかったから落ちたっていうことだと思うんですけど、僕戦略ミスだと思うんですよね、完全に。夫婦別姓とかを新庄さん言い出し始めたじゃないですか。で、夫婦別姓って言ってるから小泉進次郎に入れようっていう人も一部いると思うんですけど、でもそうじゃない人も自民党にはいるんですよ。なので、今まで小泉進次郎さんって政策に関しては何も言わない人だったじゃないですか。なので政策に関して言わないまま突き進んだ方が多分評価高かったと思うんですよね。森元首相っていうおじさんがいたんですけど、森元首相、討論なんかした試しないんですよね。あの人討論できないよねっていうのもみんな分かってたし、僕らも分かってるし、でも総理大臣になったじゃないですか。だから別に小泉進次郎が討論ができないから票が得られなかったっていう評価をしてるんですけど、討論の場に参加しようとしたら問題なんですよ。不得意なことはやらなくていいんですよ。総理大臣の仕事というのは討論することではなくて、政府を運営することなので、口がうまいかどうかと、政府の運営がきちんとできるかどうか、国会議員が支持して総理大臣にしてくれるかどうか、あんま関係ないんですよ。なので、別にもう討論できないんだったら、もう無理っす、無理っす。討論とか無理っす。なので、口先だけじゃなくて、俺の行動を見てくださいっていうタイプでいけば、まだ支持されたと思うんですよね。小泉進次郎さんを支持している中でよく言われるのが、福島でサーフィンしたんですよ。進次郎さんって。福島に行って桃食べましたとか、中食べましたっていう人いるんですけど、福島の海安全ですよって言ってサーフィンをする。安全ですよっていうのを口に出したわけじゃなくて、小泉進次郎さんがサーフィンをするっていう体を張ることによって、福島安全ですよっていうのを日本中に伝えるっていうのを成功したわけですよ。だからそれは他の政治家にいろいろ飯食ってるからニュースになるんだけど、進次郎さんがサーフィンしたら絵面が面白いから、やっぱ日本のニュースで流れるんですよね、夕方のニュースとかで。あ、福島ってもう普通にサーフィンできるんだっていうのが伝わるっていうのがあって、なので進次郎さんは背中で見せて伝える人なんだよねっていうところのなんか良さをちゃんと伝えればよかったのに、なんか喋り出しちゃって大失敗っていうね。喋んなきゃいいのに。なのでね、体を張る、喋るのは得意じゃないですっていうので、全然いけばいいと思うんですけど、でね、あとね、セクシー問題で言うのは僕は間違いだと思ってて、環境問題をセクシーに解決するっていう。これはセクシーという単語を最初に言ったのは環境会議の議長が言い出したんですよ。確か議長。議長の人が、日本語で言うとセクシーというと性的な意味しかないんですけど、英語圏では魅力的という意味もあるので、議長が魅力的な形で環境問題を解決する必要があるよねっていうのがあって、それを引用して、進次郎さんもセクシーで解決するっていうのを言ったんですよ。なので、英語圏では全く問題がないことだったんですよ。で、それを日本語でこう、なんか、日本語のセクシーの意味しかわかんない人が、セクシーという言葉いかがなものかとかっていうので、こう盛り上がってて、だからそれが、いやいや間違ってますよっていうのをメディアは言うべきなんですよ。少なくともメディアの中には英語が分かってる人もいるわけで、英語が分かってる人から見ると、セクシーという言葉を使うのが良くないと言ってるお前らが間違ってるぞっていうのを言うべきなんですけど、なぜかメディアの方はそれを言わずに、こう、セクシーという単語を使った小泉進次郎さんをバッシングするっていう謎の流れになってて、で英語が分かんない一般庶民は未だにそれでこう、なんか、英語を間違った人っていう認識があると思うんですけど、むしろ英語をちゃんと喋れる人だと思いますからね。だからね、そう、反論もね、苦手なんだろうね、多分ね。だからまあ、議論そんな得意じゃないんじゃないかなっていうね。進次郎、ブラックマンデーは月曜日が多いんですよ。僕、だから進次郎公文大好きなんですよね。やっぱ面白いじゃないですか。政治家って面白い人少ないんですよ。なのでね、面白いが提供できる政治家としては僕すごい評価してたんですよね。ちなみに僕自民党総裁選が始まるときは、小石川の誰かが行くといいなって言ってたんですよね。小泉さん、石破さん、河野さんの3人のうち、どれかが、どの人たちも基本的には既存の人たちから嫌われてるっていうのがあって、あんまりこう、自民党内では人気がない人たちだったんですけど、その3人だと割と面白いことが起きそうだなっていうので期待してたんですけど、なのでその中で石破さんが受かったっていうのでちょっと面白いなっていうのが僕の中でありました。はい。いや、だからね、河野太郎さんもかわいそうだよね。河野太郎さんって麻生派で、なので麻生派から出ますっていうので、麻生派から支持されると思いきや、1回戦、麻生派裏切って河野さんを支持しないっていう。なぜその麻生派の河野さんを麻生さんは支持しなかったのかっていうのが憶測なんですけど、麻生さんは石破さんだけは絶対嫌だった。で、石破さんだけは絶対嫌だったという状況で、決選投票にはなるだろうと思われていた。で、1位は小泉進次郎であろうというみんな予想していた。で、ここで
河野さんに票を入れてしまうと、石破さんと小泉さんの一騎打ちになってしまう可能性がある。で、そうすると石破さんがなる可能性があるので、ここであえて高市さんに投票することで、小泉高市の決選投票にしてしまえば、石破さんの目が潰れる。なので、河野さんに投票するという義理ではなく、石破潰しのために高市さんに投票するべきだみたいなことになって麻生派がなんか高市さんに入れたっていう説があるんですよね。で、結果としてこう蓋を開けてみたら小泉さんが行かなくて、で石破さんはなぜかこう普通に決選投票に行って、高市さんが決選投票に行くっていう、麻生さんの思惑とはちょっと違う裏目な形に出てしまったっていうところが世の中思い通りにならんよねっていう。ちなみに僕が今回の総裁選で一番面白いなと思ったのが、推薦人20人いて、蓋を開けてみたら投票が16人だった加藤勝信さん。どんだけ嫌われてんだよっていう。いや、まあ、いいんですよ。いいんですよ。別に推薦しても投票しなくてもいいんですけど、推薦人でカツカレーかなんか食ったんでしょみんなで。20人で。で、なんかみんなでカツカレー食ってさ、俺たちは加藤かその棒を持ち上げるぞって言って、その投票してみたらさ、4人投票してないんだよ。そんなに人望ないみたいな。いや、ほんとね、面白いよね。ほんとすいません。はい、すいません。切ないよね。だから本当にだから人望がなさそうに見える人っていうのは世の中にいるんですよ。この人人望なさそうだなとか、でもさ、歴史に残り続けるさ、自民党総裁選の投票でさ、人望がないというのがさ、もう証明されたわけじゃん。一人か二人ならいいんだよ。まあ一人二人ぐらいいるかな、みたいなさ。もう25%の人がさ、裏切ったわけじゃん。そう、裏切り4人ね。だから、まあまあ、5人だと25%ですけど、20%の人かな。ちょっとなんか、かわいそうだなとは思うんですけど、ちょっと面白いよね。いや、ほんと、いい人なんじゃない知らんけど。で、なんか、引き込む方がちょっと面白かった。そう、4人がね、カツカレー食っただけでね、投票はしないって。まあ、だから、一応でも、推薦人に名前を出すということで、まあ、俺の義理は果たしたと。カツカレーも食ったけど、推薦人にはなるけど、投票するとは言ってないみたいな、なんかそういう論理かもしれないですけどね。すいませんでした。はい。総裁選で経験不足と新次郎大臣の批判が来ますが、例えばこれまで5個以上の大臣、官房長官が経験してされたことは、アベマで拝見して驚きました。子育て経済政策を何度に関しても一切理解不能、一応私はマクロ経済学を学者をさせていただいたので、理論的には客観的にコメントさせていただくつもりです。正直過去のキャリアが瀕死の現状を据えるように展開されている方は思い受けできませんでした。私がやはり勉強不足なのでしょうか。いいえ。経験をしてるからといって正しい判断ができるかというと別の話だと思うんですよね。日本の場合大臣って優秀だからその能力によって大臣に選ばれているわけでもなく、派閥の年次的なもので大臣の枠が降ってきたりするので、パソコンを触ったことがない人が IT 大臣になったりするんですよ、日本は。で、確かね、パソコンを触ったことがない人が、セキュリティ大臣とかもやってましたよね。っていう感じで、大臣をやったというのが役に立つかっていうと、パソコンも触ってないようなやつが IT 大臣になるような国なので、大臣経験に意味があるかというと、多分ゼロです。なので、大臣をいっぱいやったからといって良いという話じゃないので、ただ、進次郎さんを攻撃するときに大臣をやってないから経験不足だよねというのを攻撃の手段として使って、で、それはそうだよねと誤解してしまう国民が多いっていう話だと思います。まあでもね、さすがにこうパソコン触ってない人は大臣にしないぐらいにした方がいいと思うんですけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。